1941年12月、日本軍による真珠湾攻撃を機に太平洋戦争が勃発しました。初戦において日本軍は破竹の勢いで東南アジアから太平洋へと進撃し、マレー作戦、フィリピン作戦、蘭印作戦などを成功させ、広大な占領地を築き上げるに至ります。その勢いはソロモン諸島にも及び、ガダルカナル島では飛行場建設が開始されることとなったのです。日本軍にとってガダルカナル島は南方作戦によって拡大した占領地域を維持しながら連合国軍の反攻を阻止するための要でした。アメリカとオーストラリアを結ぶ補給線を遮断するため、飛行場の完成は急務であり、南方作戦の成否を握る鍵とされていたのです。一方アメリカ軍にとってもこのガダルカナル島は日本軍の進撃を食い止め、太平洋での反攻の足がかりを築く戦略的要衝でした。この島をめぐり、両軍は太平洋の覇権をかけて激突することとなります。1942年8月7日、アメリカ海兵隊はガダルカナル島に上陸し、日本軍が建設を進めていた飛行場を占拠するウォッチタワー作戦を発動しました。アレクサンダー・バンデグリフト少将率いる第一海兵師団約1万1000名の上陸部隊はルンガ岬付近の北海岸に上陸を開始します。日本軍守備隊はアメリカ軍の上陸を予想していなかったため、十分な迎撃準備はできておらず、アメリカ海兵隊はほとんど抵抗を受けることなく上陸を成功させたのでした。翌8月8日、アメリカ海兵隊は日本軍が建設していた飛行場を占領し、ヘンダーソン飛行場と命名します。飛行場を確保したアメリカ軍は直ちに守備隊を配置し、防御陣地を構築するなど日本軍の攻撃に備えることとしたのです。事態を重く見た日本軍は直ちに奪還作戦を計画します。8月9日未明、三河軍一中将率いる日本海軍第8艦隊はガダルカナル島沖に潜む連合軍艦隊へと接近。駆逐艦の川風がアメリカ軍駆逐艦のブルーを発見し魚雷を発射。ブルーはたちまち航行不能となり沈没しました。続いて日本艦隊は重巡洋艦部隊を二手に分け、連合軍巡洋艦隊への攻撃を開始します。鳥海、過去、衣笠の第一部隊は重巡洋艦キャンベラを単焦灯で照射しつつ砲撃を浴びせ、大破炎上させました。青葉、古高の第二部隊は重巡洋艦アストリアを攻撃、航行不能に陥らせます。その後さらに重巡洋艦クインシーとヴィンセンスを攻撃、砲撃と魚雷攻撃により沈没させました。突然の奇襲に対しアメリカ海軍は有効な反撃を行うことができず、日本海軍はアメリカ海軍の重巡洋艦4隻を撃沈するという大戦果を挙げたのでした。第一次ソロモン海戦と呼ばれるこの戦いで日本海軍は一方的な勝利を収めることとなったのです。しかしその勝利に勢いづいたのもつかの間、日本軍は直ちにガダルカナル島への増援部隊輸送を計画します。8月20日、最初に投入されたのは陸軍歩兵第28連隊を旗艦とする一騎士隊約900名でした。しかし一騎士隊は上陸前にアメリカ軍がすでにガダルカナル島に拠点を築き、飛行場を占拠しているという情報を把握していなかったのです。そのため重火器や十分な食料、弾薬などの補給物資を携行せず、軽装備での上陸を余儀なくされたと言われています。一騎士隊は直ちにヘンダーソン飛行場を目指して進撃を開始しましたが、8月21日、テナル川付近でアメリカ海兵隊の待ち伏せ攻撃を受けました。事前に日本軍の進撃経路を予測していたアメリカ軍は、川を挟んだ両岸に防御陣地を構築していたのです。一騎士隊は川を渡ってアメリカ軍陣地へ突撃を敢行しましたが、アメリカ軍の機関銃と迫撃砲による集中砲火を浴び、甚大な損害を受けてしまいました。その後残存兵力を集めて夜襲を敢行するも失敗。夜が明けると今度はアメリカ軍が戦車を投入し、日本軍陣地への攻撃を開始します。装備の貧弱さ、情報不足、そしてアメリカ軍の待ち伏せという不運が重なり、一騎士隊は約800名以上が戦死するという壊滅的な打撃を受けました。わずか100名程度の生存者がジャングルへ逃げ延びるという結果になったのです。8月23日から25日にかけて
第二次ソロモン海戦と呼ばれる海戦に突入します。日本軍はガダルカナル島の奪還と増援を目指し、空母翔鶴、随鶴、龍城を中心とする機動部隊を派遣しました。まずアメリカ軍の哨戒機が日本軍輸送船団を発見します。しかし悪天候により視界が悪く、攻撃隊の発進は見送られることとなります。午後4時過ぎになってようやく発進できたものの、日本の輸送船団はアメリカ軍機の航続距離ギリギリの地点に到達しており、何もしないまま帰路についてしまいました。8月24日午前8時ごろ、アメリカ軍哨戒機が日本軍機動部隊を発見。ほぼ同時刻に日本軍もアメリカ軍機動部隊を発見します。両軍は航空戦力のすべてを投入し、決戦に臨むこととなるのです。翔鶴、随鶴から発進した第一次攻撃隊がアメリカ軍空母エンタープライズに接近、急降下爆撃と雷撃を敢行しました。エンタープライズは激しい炎に包まれ、一時航行不能に陥ります。一方、空母サラトガとエンタープライズから発進したアメリカ軍航空機は日本軍の軽空母龍城を発見し、急降下爆撃と雷撃を行いました。龍城はアメリカ軍機の集中攻撃を受け、その日のうちに沈没します。アメリカ軍の攻撃は翔鶴や随鶴といった主力空母には届かず、日本軍機動部隊への決定的な打撃を与えることはできませんでした。8月25日未明、アメリカ軍の哨戒艇がガダルカナル島へ接近を続ける日本軍輸送船団を発見、即座に攻撃を開始するも、護衛の駆逐艦の反撃を受け撃沈されます。しかし、アメリカ軍は日の出とともに空母サラトガから航空機を発進させ、総攻撃をかけます。午前8時ごろ、輸送船団はアメリカ軍機の集中攻撃を受け、次々と炎上し沈没させられました。日本軍はガダルカナル島への増援部隊と物資をほとんど輸送することができず、作戦は失敗に終わります。3日間の海戦で日本軍は航空機70機以上、軽空母龍城、駆逐艦1隻を失い、熟練搭乗員を含む約900名の将兵が戦死したと言われています。輸送船の大半が沈没し、ガダルカナル島への補給は断たれたのでした。対するアメリカ軍も航空機60機以上を失い、空母エンタープライズが戦線離脱、約360名の将兵が命を落としたと言われています。補給作戦が度重なる失敗に終わる中、日本軍は駆逐艦による夜間輸送、通称東京急行と呼ばれる作戦に活路を求めました。護衛をつけた輸送船団での物資の大量輸送はアメリカ軍の格好の標的となるため、少数の駆逐艦を近隣の島々に潜ませ、野因に乗じてガダルカナル島へ物資を運び込むという極めて危険な手段に頼らざるを得なかったのです。その後もガダルカナル島とその周辺では日本軍によるヘンダーソン飛行場への空襲、制海権をめぐる海戦、地上での小競り合いなどが継続的に行われ、両軍は常に緊張状態に置かれていました。9月12日、日本軍は川口清武少将率いる川口支隊がヘンダーソン飛行場を奪還するため、エドソンリッジと呼ばれる高地を攻撃します。川口支隊は夜間になるとジャングルに潜み、アメリカ軍の陣地や哨戒部隊に奇襲を行いました。9月13日の夜にはヘンダーソン飛行場に対して総攻撃を敢行しましたが、自動小銃や M1919 機関銃などの強力な火器に阻まれます。度重なる突撃により川口支隊は一時アメリカ軍陣地の一部を突破するも、アメリカ軍は予備兵力を投入し、攻撃は完全に食い止められました。川口支隊は約700名の死者を出すなど、日本軍は大きな損害を被ることとなったのです。10月、ガダルカナル島をめぐる戦いは新たな局面を迎えます。日本軍がガダルカナル島への増援物資を輸送する作戦と、それを阻止しようとするアメリカ海軍との間でルンガ沖での海戦が発生しました。日本軍は後藤有友少将率いる第6戦隊の従巡洋艦3隻と村雨水雷隊の駆逐艦3隻からなる挺身隊を派遣します。対するアメリカ軍はノーマン・スコット少将率いる第64任務部隊の従巡洋艦2隻、軽巡洋艦1隻、駆逐艦5隻を派遣。スコット少将はレーダーを駆使した野戦術で日本軍艦隊を待ち伏せすることを計画しました。
10月11日深夜、5等艦隊はガダルカナル島に向け進軍します。午後11時46分、アメリカ軍のレーダーが日本軍艦隊を探知。スコット少将は直ちに迎撃隊形から奇襲攻撃を敢行し、集中砲火を浴びせます。激しい戦闘が繰り広げられる中、両軍は入り乱れての乱戦となりますが、レーダーを駆使したアメリカ軍は夜間戦闘においてその優位性を発揮し、日本軍艦隊に大きな損害を与えました。日本軍も即座に応戦し、アメリカ軍艦隊に痛手を与えます。約1時間の戦闘の末、両軍はそれぞれ戦場から離脱しました。この海戦で日本軍は重巡洋艦古高と駆逐艦吹雪を失い、重巡洋艦青葉と過去も勝破するという損害を受け、アメリカ軍は駆逐艦デヘイブンを失い、巡洋艦ソルトレークシティとヘレナも損傷しました。どちらも損害を出しつつ、結果日本軍の物資輸送作戦は失敗に終わったのでした。ルンガ沖海戦での作戦失敗により、輸送ができなくなった日本軍は、次なる輸送手段として、ネズミ輸送作戦を考案します。食料や弾薬などの物資をドラム缶に詰め込み、夜間にガダルカナル島に向けて投棄するという方法でしたが、アメリカ軍は航空機や哨戒艇による攻撃を繰り返したため、成功することはほとんどなかったと言われています。陸軍によるヘンダーソン飛行場奪還を目指し、日本軍は陸軍第2師団を主力とする丸山正夫中将率いる部隊を投入しました。丸山中将は密林を迂回し、アメリカ軍の背後から夜襲を行い、白兵戦による決着を図る作戦を立案しました。アメリカ軍の火力と航空支援を無効化し、得意とする接近戦に持ち込むことを目的としていたのです。10月23日、丸山支隊は進撃を開始しましたが、行く手には道なき道が待ち受けていました。熱帯の過酷な気候に加え、食料不足や疫病にも苦しみながらの前進は、重い装備を背負い、ジャングルをかき分ける過酷なものでした。しかしその動きは航空偵察によって、アメリカ軍に筒抜けとなっていたのです。そして翌24日の午前2時、日本軍はアメリカ軍の待ち伏せる陣地に突入します。待ち構えていたアメリカ軍は、機関銃や迫撃砲による猛烈な集中砲火を浴びせ、日本軍兵士を次々と倒していきました。アメリカ軍の陣地は巧妙に構築されており、十字砲火を浴びせられるように配置されていました。それでも日本軍兵士は、銃剣を手に万歳突撃を敢行するなど、果敢に白兵戦を挑みましたが、アメリカ軍の強力な火力の前に多くの命が失われました。さらに25日、丸山中将は残存兵力を結集し、再度総攻撃を命じます。日本軍兵士は銃剣突撃を試みましたが、アメリカ軍は日本軍陣地への爆撃や機銃掃射でこれを制圧。一進一退の激しい攻防が繰り広げられ、翌26日には日本軍は撤退を余儀なくされました。そして11月、ガダルカナル島の戦いは最終局面を迎えることとなります。日本軍はガダルカナル島の戦況悪化を打開すべく、なりふり構わぬ総力戦を挑もうとしていました。陸軍兵士約7000名と大量の物資を積んだ輸送船団を編成し、ガダルカナル島へ向けて出発させますが、第3次ソロモン海戦とも呼ばれる激戦の末、日本軍は3000名以上の将兵が戦死、完全に輸送計画は頓挫します。またその頃、ガダルカナル島に上陸している日本陸軍部隊の状況は絶望的なまでに劣悪を極めていました。アメリカ軍による度重なる海上封鎖により、補給は完全に途絶え、食料が底をついていました。飢えに苦しみ、満足な食事が取れない兵士たちは体力を消耗し、戦闘どころではなく衰弱していく一方でした。衛生環境も劣悪を極めており、トイレの不足、不衛生な飲料水、大量のハエや蚊の発生などにより、赤痢やチフス、マラリアなどの伝染病が蔓延し、多くの兵士が命を落としたと言われています。特にマラリアは兵士たちの間で猛威を振るい、多くの兵士が戦闘に参加できない状態に陥っていました。薬も不足しており、治療を受けることができない兵士たちはただ苦しみながら死を待つばかりだったのです。この悲惨な状況を受け、1943年1月、ようやく大本営はガダルカナル島の維持は不可能と判断、
撤退作戦を計画し、ガダルカナル島からの兵力引き上げを図ることを決定しました。この撤退作戦は華豪作戦と名付けられ、アメリカ軍に気づかれないよう極秘裏に実行に移されます。巧妙な欺瞞戦術を展開しながら、野因に乗じて次々とガダルカナル島の海岸に接岸、兵士たちを収容すると全速力で離脱していきました。アメリカ軍哨戒機はガダルカナル島沖で多数の日本軍艦艇を発見しましたが、日本軍が再び増援部隊を送り込もうとしているものと勘違いし、空母から航空機を発進させるものの、日本軍艦隊の姿はそこにはなく、2月8日には作戦は完了し、約1万3000名の兵士が無事に撤退完了となりました。しかし実際には約7000名もの兵士が輸送能力の限界や時間的な制約、そして負傷兵や病人の存在といった厳しい現実の前に置き去りにされてしまうという悲劇が起きていたと言われています。約半年間にわたるガダルカナル島の戦いにおける日本軍の損害は甚大で、戦病死者は2万名以上に達しました。空母1隻、戦艦2隻、巡洋艦4隻、駆逐艦11隻、輸送船大多数、航空機約680機を失ったのです。この2万名以上の死者のうち、多くの将兵が戦闘による戦死ではなく、飢餓や疫病によって命を落としたと言われています。一方、アメリカ軍も大きな損害を被り、戦死者は約1600から3000名に達したと言われ、空母1隻、巡洋艦4隻、駆逐艦10隻、航空機約200機も失いました。しかし日本軍に比べればその損害は少なく、アメリカ軍の圧倒的な国力の差が如実に現れる結果となったのです。